Welcome! 皆さんこんにちは、ジュディオグです。仰々しいでしょというのは実は今日は中国のお茶のお点前を皆様にご紹介したいと思います。功夫茶と言います。功夫茶、何しろ中国のお茶文化っていうのはすごく深くて、歴史もすっごい三国志の頃からも話が登場するのね。劉備玄徳という武将、劉備が一番最初若い頃にお母さんにもらったお金をお茶を買っちゃって、でさあどうしようってこう川べりで悩んでるところから始まる。叱られるんですよ、お茶買っちゃって。つまりお茶ってそれほど高かったんです。それはね、カテキンも入ってるし、いわゆる良薬というか薬としても日本では一番最初は紹介されてるんですね。でもそのお茶文化っていうのはそこからどんどん発達して、お茶にはね6つのいわゆる色がある。で一番最初に、飲んだお茶の原種と言ったらいいんでしょうか。それは自生したお茶がほろっとこうお湯の中に落ちて、でそれをあれっていうとこう飲んだら、美味しいな、かすかな味がするなと思って飲んだのが、これが最終的には白茶、白いお茶になるんですね。そしてそれをちょっと発酵させたものが黄色いお茶、そして無発酵だけ蒸して作ったのがこの緑茶、そしてその次に青茶っていうのがあるんですね。青茶って何だと思いますか？ウーロン茶のこと。ウーロン茶のことを青茶っていうんですね。青いお茶。そして今度は、紅茶。もう一つ、よく関東の料理食べると一番最後に出ますね。これが黒茶です。プーアル茶。プーアル茶が黒いお茶とされていて、後発酵で真っ黒いお茶なんですね。最初から白、黄色、それから緑、これ日本のお茶と一緒ね。ジャスミン茶とかは緑のお茶です。そして青茶、ウーロン茶、そして、紅茶、黒茶となるんですが、今日はその中のウーロン茶とそれから鉄観音茶をご紹介したいと思います。でまずね、必ずねグラグラというゆだっているいいお水のお湯が欲しいんですね。これで最初にまずすべての茶器を温めます。茶器を温めるんですね。それからこちらのあれも温めますね。分香杯、それからこれお茶を飲む方ね。でなんでこの今の下にねこのあれがあるかっていうと、実はこれが水受けなんですね。これで外も中も温まりました。温まったらまずこれ一回捨てちゃいます。そして蓋を開けます。これはやってる間にこれ全部温まってますよ。で今日はまず最初にウーロン茶を飲みましょうか。でこのウーロン茶ね、すごいもう今年のね一等賞になったウーロン茶、先ほど開いたらすごいいい香りでした。ちょっと見てみましょう。これが今年のナンバーワンのウーロン茶です。もうね、これだけもうすっごい香りがくるので、昔私があるおじさまのお家にお呼ばれをして行きました時に、その手紙に書いてある言葉が漢詩で「且来寒斋喝苦茶」。且来っていうのは、時にはおいでよって意味ですね。寒斋というのは寒い、寒というのは寒いという意味です。斋というのは書斎の際と書いて我が家っていう意味ですが、寒い我が家に喝苦茶、喝と飲むってね、お湯を飲む。喝苦茶、苦い茶を飲みにおいで、苦い茶をね寒い家に飲みに来い、そういう意味で書いてるんだけども、実はこれを自分を少しこうワンステップ下げてね、すごい家でしたよ。行ったらもうすごいラーデンがいっぱい入っている。でお家に入ったら、今日はねいいお茶がね届いたから飲みましょうねって言って入れてくれたんですけれども、そのお茶がこのウーロン茶でした。そのウーロン茶の香りがね、入れたら部屋中がその香りになったの。もうそれは素晴らしい香りでしたよ。そのウーロン茶を今日は皆さんで飲みましょう。
蓋をします。でこれ上からね先ほどの温かいのをかけます。そうするとこちらはね今温かいのよ、ね、これで上からもう一回お茶かけます。さあでこれ温まりました。温まったのはこちらに逆だこちらねお手前忘れちゃった。これはね飲むお茶のこれが分香杯で、分香杯って何かっていうとこの中にお茶をついでこちらにこう置くのね。そうすると皆さんはこの中のお茶をこちらにこぼしてこれで分香っていうのは香りを楽しむ。聞っていうのは香る、ね、この香りを嗅ぐというんですけれども楽しむ。それではいこうやってねここで香りを楽しむのね。そういうお茶茶杯です。でこれは誰も手つけないからここに戻ってきた時にくちゃくちゃにならない。でご自分たちも自分のお茶碗はこれだからミックスアップにならないですね。さあそうこう言ってるうちにお茶が入りました。今話してる間にもうお茶っ葉出てますね、お茶がね。そしたらこれ最初どこで入れちゃうかとこれに入れるんです。これなんでここに入れるかっていうとお茶が最後の方に全部香りがとか味が濃厚なのが最後にこの最後の一滴が一番美味しいんですけども入っちゃうでしょ。それが皆さんに行き渡るようにここに一回入れるんですね。これは茶杯、これは分香杯、分香杯、そしてこれが茶会お茶を今入れました。茶杯。でお客様に一つ一つ差し上げます。それではいただきますということで、本当はお茶を入れてる人とそれからお茶を運ぶ人は別々なので、ここから立って持っていくことはほとんどないんです。じゃあどうぞ一つ持っていってください。で私もじゃあいただきますね。どういうふうにするかっていうとこれねこれをやってる間ちょっと開いておくのじゃないとねでもすごい香りが出てくるんですよ。これをねこちらに移します。だからこの中をすっごいいい香り。これが新聞の文って書くんですけどもそれで香る。そして杯ですね。分香杯温シャンペイですね。いい香りです。で話をしながら冬の寒い日はこれで手を温めたり頬につけたりするんですね。そうやってこれを楽しみました。さあそれではお茶をいただきます。お茶をいただく時も熱いからこういうふうに持ちますね。それでいただきます。なんて美味しいお茶。そりゃだって台湾1位ですものね今年のね。美味しいお茶です。でこれを飲んで飲み終わってもこれが飽きましたでしょ。そしたらこれが戻ってくるんです。こちらに皆さんから最後になってすっごい口の中で香りがどんどん広がるでしょ。とんでもないねこういうお茶。飲んだ瞬間はなんかまろやかだけど最後にふわーっと香りが回る。これがこのお茶の最初は香りを飲むという一つ目で、今度2杯目第2戦ぐらぐら言いましたね。第2戦です。で第2戦は甘味も入ってくるんですね。だから香りと甘味です。今使ったのはウーロン茶。ウーロン茶は何色？青ですよ、ね、青茶と言われているのがウーロン茶ですね。そう言ってるうちに少しずつ味が出てきます。でもこれだいたい30秒から40秒ぐらいは
出してないと味が出ないんですね。待ちましょう。その間にこの説明をしましょう。これがお茶の中で必要とされている、さっき私お茶入れる時これ使いましたね。これがお茶が外にこぼれないように使うものですね。これはもうちょっと大きなこの中からお茶を出す時に使ういわゆるお茶を運ぶスプーンです。そして今度このお茶が終わって次のお茶を飲みたいっていう時はそれをかき出さなきゃいけないので、この中のこれをこうやってだいたい5回から6回飲めます。でこれを5回6回飲み終わってさあ次のお茶に行きましょうかって言ったら全部これかき出すんですね。今日はねもったいないからねもう最後まで飲み切ろうと思ってるのでこれ置いときます。で途中引っかかったりしたらこれでねこう押し出したりして全部のお茶をきれいに外に出すんですね。同じようなのが3つありますけれども、これ母のコレクションでなぜかワンセットの中に各全部2つあったり3つあったりしてますが、でも本当は1個ずつでいいんですよ。1つでいいの、2つもいらないの。だけども私がよく壊すから母はきっとそれを見込んで2つ3つ買ってくれたんでしょうね。そうしてる味に味が出てきましたよ。じゃあ入れましょうね。茶会に入れます。これで慌てちゃいけないの。慌てるとねちょこちょこって出ちゃうのよ。この最後のねこの一滴一滴がこれが一番美味しいんですね。これ待たなきゃいけないの。この最後の一滴が美味しいんです。はいまだ出ますね。 OK。 そしたらちょっと蓋をまた開けときましょう。今度はまた違う香りが不思議ね。香りが違いますよ。ではどうぞお持ちください。では私が飲みます。これもまたいい香り。これでいい香りですね。どこがね苦茶だってちっとも苦いお茶じゃないでしょ。さあそれではいただきます。今度は少し甘みが出た。口の中がね唾液がクーッと口の中で回ってくる甘みがあるんですね。これね不思議ですね。お客様が来るとこういう時にナッツを出したり、それからドライフルーツを出したり、ちっちゃなシューマイ出したり、塩辛いのと甘いのをお出しするのね。でそれを食べていただきながらこれを5煎飲めます。もったいない。こんな風にして飲んじゃいけないんだけど。でまたここに分香杯が戻ってきてここに戻しましょう。こうやってお茶を入れるんですね。で昔の人はお茶で新酒を潰したっていうんですよ。それぐらいお茶というのは高いものであり、それからでも求めていく人がいるわけで、でこの茶壺お急須ですね。これがまたウーロン茶を飲むためのお急須、それから鉄観音茶を飲むためのお急須ってね、いろいろ分けて香りが移らないようにして来る方は飲むの。それがどんどんこちらもそうですけども、お茶のこの急須自体がその香りを吸収していくとお茶がまた美味しくなるんですね。でそのお茶を飲み干して自分はもう最後のお茶がないと、でもこの急須は持っている。である人が急須は欲しいけれど僕は最高のお茶を持ってるんだって言ったら、お互いにじゃああなたのお茶を私の急須で飲みましょうかって言った話があるというのが有名な話なの。でそれこんなちっちゃなお人形さんでね、それをそのストーリーをこう作って、よくお茶屋さんに置いてあります。さあじゃあ今日は次に行きましょうか。これは後で私たちが
5種ね5回飲むことにいたしまして、はい、それでは今度は鉄観音茶を飲みましょう。鉄観音と言いますね。鉄観音茶、ちょっとね、さっきのウーロン茶はちょっと黄色かった。色が少し濃いです。もうさっき一回温めましたので、もうこれでいきますね。という風にね出ないといけないの。今ちょっと私置き方悪かったんですけども、これで一番上まで入れて、それでその上からねまたお湯をかけるぐらい。今蓋したらピュって出たでしょ。それがこの茶器の、こんなこぼれちゃいけないんですけど、この茶器の素晴らしいところっていうか、漏れがないっていうかで、今この中で蒸れてる間にちょっとだけやっぱりでも温めましょうね。もう一回、今お話ししてる間に冷えちゃったから。こうしてる間にお茶が蒸れてきました。蒸れてくるといいお茶がいただけるんですね。だいたい30秒から40秒、一番最初はね。では茶会に入れましょう。この最後の一滴を待ちますね。置いただけでも鉄観音茶の香りがこの茶会からすごい、蓋を少し取っておきます。これ人によってはこうやって置く人もいますね。うわー、すごいいい香り。では皆様どうぞお手前を。では私いただきます。あ、これは、こんなことしちゃいけないのよ。でもね、本当にもうちょっとこれは全然違う香り。最初の方のがちょっとこう香水に近いような香りだった。香水ではないですけどもね、これフルーツに近い香り。なんていい香りなんでしょう。ではいただきます。これもねいただいた方がねお茶のすごい研究家だったので、今日はちょっとすごい私リッチな気分。京劇ではお茶を飲む時にこう袖をこう長いお袖ね、こういわゆるお着物みたいなお袖ですけど、それでこうやって隠してね、こうやって飲む時の顔をね見せない、唇を見せない、こうやって飲むのよ。いやー、これは今日はかなり美味しいお茶をいただきました。でこのお茶も5銭美味しくいただける。でその後どうするのって言ったら、いろんな使い方があって、そのお茶をそのまんま乾かして、今度はいって、そうするとね、お魚料理とかにんにく料理とか香りがいっぱいあった時に、そのいったお茶の香りでお台所の香りが全部取れちゃうので、最後まで使えます。で一番最後にはそのお茶の葉っぱで油をこうやって洗って取ったり、すごい活躍で、網の袋に入れて靴箱に入れたり、いろいろな消臭の力もあるので、お茶っていうのはね本当にすごいですね。
人によってはね、一番最後の出てからをね、茶巾に入れて、それでお風呂に入れる方もいらっしゃる。毛穴の中まで入ってしまっているその夏の汗の匂いが取れるっていう、そんな風なこともありますね。ここに書いてあるのがそのおじさまが読んでくださった詩です。ちょっと読みましょう。且来寒斋喝苦茶。時にはこの寒い家に苦い茶を飲みにいらっしゃい。なんて粋なんでしょうか。そしてこれが鐘の形ですよね。そうやってなんかね、茶壺というこの急須もいろいろな形があって、先ほどのようなこう丸いお茶の形にこれ全部手書きでやるとか、それからこういうような形を見出して、でこの色のお茶器がウーロン茶とか色のついた濃い色のお茶を飲むときにはよしとはされていますね。そんなような、お茶にはいろいろ、これがね今日じゃ終わらないのよ。第2弾やりましょうね。でこの次はもうちょっと簡単に普通のお家でもいただける飲み方をちょっと皆様にご紹介したいと思います。というわけで今日は中国の、お点前功夫茶をご紹介しました。何回でも見てそこはこうなんだなって見ていただけるぐらい面白いものだったと思います。またコメント寄せてください。それから登録してくださいね。今日はありがとうございますと最後まで見てくださってありがとうございました。それではまた。チャオ。